どうも田舎もんです。とあるど田舎のボロボロのね、空き家を見つけまして、こちらへ引っ越してきて、本当にね時間に追われまくってこんな感じで編集してるんですけど、こちらの編集室、一歩間違うと穴に落ちるような感じになってまして、相変わらず引っ越した当初のようにね、段ボールに囲まれながら編集作業を進めていってます。一方ですね、生活している物置はですね、こんな感じで薪ストーブも入りまして、それなりにね、人間らしい生活はできるようになったっていう感じなんですよね。でもね、ここまで来るのに本当にね、長かったですよ。ということでね、この1年余りをまた皆さんとね、一緒に振り返っていけたらいいかなということでね、今回動画を作っています。ちょっと時間を戻します。どうも、改めまして、田舎もんです。2020年の11月ぐらいからですね、この家を触り始めまして、だいたい今で1年と1ヶ月経ちました。まずはですね、この家の間取りをですね、一緒に確認していけたらなと思います。玄関入りまして、今がこんな感じですね。空き家歴は長いんですけども、親族の方がちょこちょこ来てね、管理はされていたそうです。で、キッチン横ですね、引き戸を開けると物置があります。こちらの空き家もね、ご多分に漏れず、ゴミで溢れ返ってるわけですね。もちろん棚の方にもぎっちりと物が残っています。そしてまた部屋の中に帰ってきまして、今を通りまして北側の部屋へ進んでいきます。左下の間取り図でいうところの部屋1ですね。こちらからの眺めがね本当に良かった、この眺めのためにこの家を買ったと言っても過言ではないですね。ただ北側ですのでこのね、庭の方は結構じっとりとしたような感じになってます。そして西側の方へ進みまして、こちらにねまた後から作られたであろう物置があります。こちらはですね、なかなか手をつけられずに、動画のね、中ほどからようやく触り始めるという感じになってますね。ちなみに、間取り図でいうとの部屋3というところが初めにお伝えした編集室になっております。そしてまた玄関まで帰ってきまして、こちらにトイレがあります。このドアがね、半分埋まってるところからして、このトイレは後から無理やり作ったっていう感じですよね。そしてこのトイレからですね、見渡すこの物置ですね。こちらがひどかったですね。この物置とキッチン横の物置ですね。壁を隔てて分けられてるわけですね。ということで、まずはですね、このキッチン横の物置、だいたい赤枠のところ辺からね、ゴミ室の方を始めていきます。この引き戸もね、レールが完全に腐ってるんで開かないって感じなんですけどね。しかしね、これだけのゴミと対峙するのは人生で初めてなんですよね。当たり前ですけども。捨てても終わらないゴミにね、開始2日ぐらいでもう心が折れそうになりましたよ。そして厄介なのがね、この分別作業なんですよね。ご丁寧にですね、この割れ物の間に一枚一枚ね、全部紙が挟まれてるんでね、この辺を分別していくっていうのは結構大変でしたね。とはいえですね、やってるうちにだんだんと慣れてきまして、体の周りにね、ゴミ袋をバーッと並べてね、分別していくみたいな感じで、効率よく処分していくってことをね、学習していきました。こんな感じである程度ゴミが溜まったら、片道40分かけてゴミ処分センターまでね、もう10往復ぐらいは軽くしましたね。ある時3分オーバーでね、追い返されたことは一生忘れませんよ。そんな恨み事を言いながらですね、なんとか片付けが終わりまして、この画面奥の壁の向こう側が先ほどお見せしたこのトイレの横の物置ですね。この壁が邪魔でね、出入り口がまともにないんで、もうこれは一旦壊していきまして、ゴミをね、とりあえずバーッとね、出していきました。もう1ヶ月以上ゴミを捨て続けていますとね、なんかこうランナーズハイみたいな感じでね、テンション上がってきましてね、こうやってゴミをぶん投げてる時に謎のね、幸福感を味わったのを今でも覚えていますよ。そしてこの積み上げたね、ゴミの山の上を歩く時の謎の充足感、これを味わうことはもう人生の中でね、二度とないようにしたいところですよね。そしてこのね、積み上げたゴミを分別していきまして、こんな感じでね、ある程度片付きました。で、細々としたものね、片付けていきまして、このぐらいからですね、だんだんと木材のゴミが目立つようになってきまして、薪ストーブをね、入れる予定、この時からありましたんで、どっかに保管したいなということでですね、この裏庭をね、一旦整理していこうかなと。
で、広さで言うとですね、この家が建ってる面積とほぼ同じぐらいか、それ以上ぐらいの広さなんで、結構広いんですよね。ここをですね、草刈り機でバーっと、開拓してきましたね。そして、家と裏庭の間に薪の木がね、立ってて、ちょっと荷物を運ぶのに邪魔なんで、数本切り倒していきました。ようやくですね、広々とした置き場所ができましたんで、物置の中から出てきました、この廃材ですね。こんな感じで適当に積み上げときました。これは1年経った今でもね、何にも変わってないです。そしてね、外の話のついでにお話ししておきますと、この西側の庭ですね、木が結構立ってて鬱陶しかったんで、地元の先輩であるマーシーさんに手伝ってもらって、バンバン切り倒していきました。一部こんな感じで大惨事は起きましたが、ちょっと雨どいが傷んだぐらいでね、大したことはなかったです。2人ともね、怪我もなく終われたんでね、これはこれでよしとしましょう。こんな感じでもともと木が立ってたんですけども、見渡しが良くなって、すっきりとね、このお気に入りの景色が見えるようになりました。そして東側にもね、大きな薪の木が3本立ってて、これをね、切り倒していきました。最終的にね、もみじだけ残して、これがね、またいい味を出すんですよね、四季折々に。ということでね、話は前後しますが、物置ですね、こんな感じで片付きました。いやー、結構ゴミ捨てはきつかったですね、本当にね。で、肝心のね、家の中はどうなってるかというとですね、ひたすら畳を捨てました。今思えばね、ちょっともったいなかったかなって思ったりもするんですけども、当時はですね、もう考えるよりも先に体が動くって感じでね、とにかく全部捨てたれと、考えたり迷ったりする時間がすごい無駄やなっていう風にね、思ってましたんで、もうひたすら全部処分していきました。そして、まだね、処分するものが残ってるんですよね。この床下です。こんな感じでね、木材がね、ぎっしり詰め込まれてるんですよね。外から見るとこんな感じでした。農業でね、使ってたのかなとは思うんですけども、ほんと大量でね、これは本当にね、半分吐き気を催しながらですけども、ひたすら木材を出していきました。この出した木材もとりあえず裏庭にね、こんな感じで放置しておきます。で、まだまだあるんですよね。で、これ結局ね、床下に潜り込まんと取れやんなってことでね、火を消して床下へ潜り込みました。だんだんとね、頭がおかしくなってきましてね。俺はマジでどんだけ木入れた、どうやって入れたこれ。こんな感じで一人で床下でブツブツ言いながらですね、ひたすらこんな木を出していきましたね。マジでなんでこんな入れたんかなって思いますよね。で、一つ発見はですね、地上で会うムカデはそんな怖くないんですけど、この床下で会うムカデは本当に怖い。完全に人間にとってはアウェーですよ、これ。で、結局ですね、木くずとかも綺麗に取りたいなってことで、最終的にはこのほとんどの床板を剥がしていきました。おかげでですね、こんな感じでもう徹底的にね、掃除をすることができましたよ。こんな感じで謎のうんこも拾いながら、本当にね、これは自分自身よう頑張ったなって思いますよ。そんな床下掃除を数日続けまして、もともとこんな感じだった床下。こんな感じでね、綺麗すっきりとすることができました。いや、本当によう頑張ったなと思いますよ。で、ちょっとですね、今更手遅れ感はあるんですけども、これ以上ね、被害を広げないっていう意味でも、シロアリ駆除剤、一応散布しておきたいなってことでね、シロアリミケブロックを巻いておきました。お金をケチってね、この手動式のね、ポンプのやつを買ったのはマジで後悔しました。1日が終わる頃には検証へなるかなと思いましたよ。今回使った道具とかね、詳細な話はそれぞれのリンクを説明欄に貼ってありますので、また暇つぶしがてら見てみてください。こんな感じでね、新たなシロアリ被害を発見してちょっと凹んだりしながらですけども、なんとかね、もともと残されていたゴミの処分はこれで完了しましたが、家の中がめちゃくちゃになってもう住めない状態なので、もうこれはですね、物置に住んだ方が早いなということに気がつきまして、残されていたね、アマドの戸袋、こちらはですね、今の棚になっていたんですけどね、これを破壊していきまして、物置を一つの大きなワンルームみたいな感じにね、広々と使えるようにしていきました。廃材を整理するとこんな感じですね。
まあ、バーンとしてるんでね、結構使いやすそうですよね。で、土のままだったらね、生活しにくいなということで、まあ、コンクリートを打つ準備をしていこうかということで、土を削って整地をしていきます。まあ、これはですね、なかなか精神的に応えましたね。毎日毎日茶色い同じ画面を見つめ続けるような感じでね、一つのこれは精神修行やなっていう感じをしながらですけども、まあ、明るい未来を胸に秘めながらひたすら土を削ってやっていきました。で、こんな感じでね、巨大な石が出てきて、これは結構出すのが大変でしたけどね。こちらも例に漏れず裏庭に転がしておきました。まあそんな修行を終えまして、なんとかですね、この整地の方が終わりました。ということで、コンクリートを打つためにですね、準備をしていきます。で、防湿シートを敷いて砂利を置いていくんですけども、これは手順が間違ってまして、まず砂利を敷いてから防湿シートだったようです。まあこの時はね、その誤りに気がつかずどんどん進めちゃいました。地元のね、砂利屋のおっちゃんが結構安くね、砂利を譲ってくれたので、まあ軽トラでぼちぼち運んできました。そしてこの日はですね、昔の同僚が手伝ってくれたんで、かなりね、作業がはかどりました。いや、やっぱりね、持つべきものは物好きな友人ですよ。そんな友人の力を借りまして、なんとかね、砂利を敷き詰めていきました。で、一応転圧かけた方がいいのかなと思ってね、プレートを借りてきましたね。で、結局ですね、これ下に防湿シートを敷いちゃってるので、なんぼ転圧かけても意味がなかったそうなんですよね。まあ当時はね、そんなこともよく分かってなかったんで、これ意味あんのかなって思いながらね、ひたすら機械を回していってましたね。そして大体な感じでワイヤーメッシュを置いていって結束していきました。で、近所のおっちゃんがですね、こんな機械を貸してくれたんで、水平をね、出していくために鉄筋を打ち込んで、全体のね、面が合うように合わせていきました。まあ結局ですね、この出したい高さ、ちょうどにね、鉄筋を打ち込んじゃったせいでですね、生コン置いた瞬間にね、全部行方不明になったんですよね。まあそんな結果になるとは、この時は知らずにですね、当日を迎えて生コンを運んだ瞬間に全部行方不明になるやんと思ってね、もう半泣きになりながら、もう最終的にはね、大体な感じでやっていくしかなかったですね。真ん中か。真ん中がちょっとね、この日はね、いろんなお世話になった方たちがね、助けに来てくれたんで、まあ最終的にはね、和気あいあいと作業してきました。まあこれで社長とかがね、つけた足跡、ずっと思い出に残るわけやからね。痕跡残していいの？見るたんびに腹立ってくるよね。まあなんていうんですかね、誰かと一緒に和気あいあいと作業してると、なんか失敗してても結構楽しいもんですよね。で、出来上がった床はですね、こんな感じになりました。まあどこに置いても転がるね、オンリーワンな床といえば聞こえがいいんでしょうけども、まあ楽しいとは言いましたけどね、1週間ぐらいはへこみましたよ。まあでもね、当時ね、いろんな方が励ましのコメントをくださったのは本当にね、心の救いでした。で、そうこうしたらですね、当時住んでいた借家のね、出ていく期限が刻一刻とね、迫ってきていました。引っ越し先のね、ボロボロの家まで、だいたい車で10分ぐらいなんで、まあ地道にね、何回も何回も往復してきました。もういいよいいよや。俺見るかな。お世話になっていたね、おばあさんの寂しい声を聞きながら荷物を運んでいきました。ちなみにね、あのおばあさんとは未だにね、2ヶ月に1回ぐらいはお茶をしています。まあそんな感じでね、あんだけゴミだらけだった物置もちょっとずつね、生活ができそうな景色が見えてきました。ただ、このね、生活する予定の物置、結構隙間がね、まだまだあったんで、その辺を塞ぐためにコンクリートをね、打っていきました。そしてね、この引き戸、もう完全にね、使えなくなっちゃったんで、外してしまって、こんな感じで開放されてるんですけど、このままではね、ちょっと生活できないんで、剥がした床板を使ってね、安くドアを仕上げれないかなってことで、作り出しました。まあ、作ってみるとね、結構楽しくなってきて、だんだんとね、遊び心が暴走しだしてですね、こんな感じで自作のパテを作り出しました。
で、これをね、隙間に埋め込んで、ちょっとでもね、可愛く仕上げれたらいいかなってことでね、作業していきました。こんな感じでね、隙間や傷がいろんな色で埋まるところにね、なんか不思議なね、幸せを覚えましたね。そして一応保護剤として蜜蝋をね、塗ってあげました。結構ね、塗ってると気持ちよくて、今でもね、やる気が出ないときは、このドアにね、蜜蝋を塗り直してあげると、なんだか不思議とね、やる気がまた出てくるっていうね、なんかそういう生活のパートナーみたいな感じでね、こういうドアが出来上がりました。そして久しぶりにね、絵を描くがてら、表札をね、作りました。で、このドアもね、作りながら、なんかこのドアめちゃめちゃええ加減やなと思いましてね、結局絵もかなりええ加減な感じで出来上がりました。まあそんな感じでちょっとドアで遊びすぎましてね、気がついたら完全に引っ越しの期日をオーバーしてました。大家さんに謝ってね、ちょっと猶予をもらいまして、もう大急ぎでね、とにかく荷物を詰め込みました。そして友人の力も借りてね、当時住んでいた借家から薪ストーブも運び出しました。まあ大家さんもね、めちゃくちゃいい人でね、借家やのに薪ストーブつけてもいいよって言ってくれるところがやばいですよね。ついでにですね、冷蔵庫とか洗濯機とかね、結構大きなものも運ぶの手伝ってもらって、新しい家にね、運び込んできました。ちっちゃくなっちゃったね。おしゃれ感がぐっとというわけでこの日からね、ここでの暮らしが始まりました。自分の家なのになぜかホームレス気分っていうね、不思議な感じなんですけどね。もうカエルの鳴き声やばかったのがね、今でも鮮明に覚えてますよ。とりあえず引っ越しはしたはいいけどね、なんか全然落ち着かなくてね、この日は早々に早寝をしました。そしてあまり眠れず、初めての朝がやってきて、まず一発目にやったことはというとね、洗濯をしました。このね、洗濯のスイッチを入れた瞬間になんか、マジでこの家、自分のものになって、こっからこの家に住むんやってことはね、なんか本当にね、しみじみとね、実感として湧いてきましたよね。そして残しておいたもみじがね、いい感じにね、葉っぱが生えてきて、雰囲気出てきましたよね。新しい家での生活が始まって、しばらくはね、ちょっとゆっくりしてたというか、何をすればいいかわからなくてね、何をするにしてもまず物を探すっていう生活がずっと続きまして、とにかくこれ物を整理するとこから始めないかんなと。何しろ物置に住んでるので、物を置く場所がなかったんですよね。なので北側の部屋をね、とりあえず床板をバーッと並べて物置部屋にしておきました。そしてキッチンもね、このままだったら料理もできないんで、軽くね、整理してあげて、日常を取り戻すっていうね、作業をしていきました。また他にやったことといえば、未だにね、物置、いろいろと隙間が空いてるところがあるんで、この辺りにね、コンクリートを打ったりして、ぼちぼちと生活をね、固めていこうという感じでしたね。そしてこの時期あたりからね、だんだんと目が外に向き出しまして、というのはですね、裏庭に切り倒した木が未だに転がったままで、草刈りもできないんですよね。このままじゃちょっとやばいなと思って、巻き棚を作ろうかなと思い立ちました。この単管パイプで何かを作るっていうのはね、人生2回目ぐらいなんで、大体の流れは分かっていたつもりなんですけども、実際になりだしたらですね、こんなに金かかんのっていうね、もう合計4万円超えてきましてね、最終的には完全に財布がパンクしました。しかもですね、買ってきた波板、グラインダーで適当に切ってたら、もう完全に溶けてひっついてね、これは結構焦りましたよ。溶けたついでにですね、ポリカナミータこれ炙って曲げれんかなと思いましてね、やってみたら意外と曲がりました。こんな感じでね、無理やり曲げた波板をつけてあげて、雨だれ仕様にしてみました。そして完全にね、お金がなくなってきたんで、支えはね、床下から拾った丸太を入れましたね。必要に責められてってことはあるんですけど、この頃からね、廃材をうまく使うことに結構熱心になってきまして、本当にね、貧乏魂に磨きがかかってきたっていう感じがしますよ。で、最終的には完全にお金がなくなりましてね、こんな感じで壁もなく出来上がりました。
まあでもね、この巻き棚のおかげで庭の木もすっきりね、片付けていくことができたので、草刈りもね、作業がスムーズに行いました。そして切り倒したままね、転がっていた太めの巻き垣ですね。こちらもようやく巻き割りすることができるようになりました。この家に引っ越してきてね、この時が初めての巻き割りでしたね。ただね、これ夏もちょっとずつ始まってきてたんで、結構巻き割り自体は地獄のように暑かったっすね。本当にね、ぼちぼちやるしかなかったっすね。できたのおい。とりあえずね、できたの。こんにちは。あ、こんにちは。うまいことできたやろ。もう金もないで、壁はなしで。この時期になるとね、近所の方も声をかけてくださって、だんだんとね、この地域に馴染んできたかなっていうね、実感が湧いてきましたね。まあそんな感じでね、ぼちぼちと巻き割りをしていきまして、こんな感じで巻き棚にね、どんどんと詰め込んでいきました。で、12月現在はね、これぐらいいっぱいになりましたね。そしてこの時期からね、なぜか月に1回喜んでボランティアに来てくれるっていうね、また物好きな親子が現れまして、またあの親子かよって言われてる。こんな感じでね、めちゃめちゃ危なっかしい手つきでしたけども、廃材の釘をね、バンバン抜いてくれたんで、すっごい助かりました。親子のコンビネーションやな、これは。こんなんしょった。でもこの木を保管する棚が欲しいな。で、この廃材をね、ちょっとうまく保管したいなということでね、とうとうこの西側にあります物置をね、手をつけることにしました。まあ、本当にね、ゴミがすごくて、まあ、匂いも結構えげつなかったんですけど、まあ、当初のね、初めに触り出したあの物置のゴミの量を思い返せば、まあまあ、ぼちぼちやってたら終わりやろと、こんな感じでね、まあ結構ダラダラとゴミ捨てを開始しました。はい、ちょっと。まあこちらの物置はですね、いろいろと面白いものが出てきたんで、まあまあ結構楽しみながら作業自体できましたね。まあ大半は斧なんですけどね。そして物置から出てきた廃材もね、まあどうにもならんものは燃料として保管しておいて、また使えそうなものは釘を抜いて廃材としてね、保管していきました。で、この出てきた廃材を使って、長尺物の廃材置き場を作って、まあ0円ですね。0円棚を適当な感じで作り上げましたね。こんな感じでね、長いものを地面から浮かして保管できるので、結構ね、生活の質がこれで上がりましたね。で、友人にね、こういう感じのスチールの棚ももらったんで、本当にね、物置らしくなってきましたよ。いや、それにしても夏は本当にきつかったですね。草刈りに追い回されるし、もう暑いしで、本当にね、思ってたことの3分の1ぐらいしかできなかったですよ。で、秋になって、これ生活スペースにしている物置の柱の一本のね、根元が濡れてることに気がつきまして、まあ、ちょっと開けて見てみたんですよね。でも結局ね、いまいちよく理由がわからず、練習がてらね、この柱交換してみるかというふうに思い立ちました。やっぱりね、涼しくなると人間やる気が出てきますよね。この頃の自分はね、結構貧乏魂レベルが5ぐらいに上がったんで、なるべく木材は丁寧に剥がして再利用するってことをね、覚えてましたね。で、どうにもならん壁はね、もう燃料として保管しておきまして、こんな感じでジャッキでね、ちょっと持ち上げて柱の交換、チャレンジしてきました。で、めちゃめちゃこれうまいこと言ったなと思ってたんですけども、あれまあ、すんたらずというね、大ボケをかましました。一応ね、予備にね、数本柱をもらってきてたんで、まあ、なんとかリカバリーは効きましたね。で、柱の交換はね、それなりにうまいこと言ったんですけども、この筋交いがめちゃくちゃ難問でしてね、本当にね、頭抱えましたよ。で、スマートフォンというですね、現代の英字というものがありまして、これを使うとね、まあ、なんとかそれなりの形になりましたね。そして一応ね、断熱材もいつも通り大体な感じではめ込んでいきまして、今度は壁をね、張っていくわけですけども、剥がした壁を再利用しようと思ったんですけども、表面がね、結構ザラザラで、手で磨いてたらほんとこれね、キリがないなと思って、地元のね、木工屋のおっちゃんに力を借りて、表面をね、ツルッツルに磨いてもらいました。そんな感じで、もともとここに貼ってあった壁を再利用して、貼り直していきました。まあ結局ね、僕の技術なんで、どこもかしくも水平や垂直で出てないんで、逆にね、大変でしたよ、これは。まあ、ちょっとずつ削ったりしながらね、無理やり最後の1枚はめて、なんとか完成っていう感じですね。ああ、やっと入った。
まあそうこうしてたらですね、冬がやってきて、本気でね、寒くなってきたんで、とうとう薪ストーブのね、設置を進めていきました。まあいつも通りに穴を開ける道が若干ずれてまして、煙突曲がりましたけども、その辺に転がっていたね、この45度の煙突をつけると全てが解決しました。だんだんとね、ごまかし方も慣れてきましたよね。ということでね、なんとかね、めちゃくちゃ寒くなる直前に薪ストーブの設置まで間に合いました。夏の間とかね、本当に作業全然進まずに、本当に自分何もできてへんわって思ってたんですけども、こうしてね、改めて編集して振り返ってみると、この1年余り、結構いろいろやってきたなっていう感想ですよ。そして冬になって、薪ストーブもついてね、一段落っていう感じで、来年、再来年のために薪を拾ってるっていう日々が結構続いてます。のんびり優雅な田舎暮らしっていうね、イメージは世の中ありますけども、実際ね、住んでみると、本当にね、日々忙しい感じですよね。この庭もね、片付けてもどんどん薪が来てね、本当に終わりがない仕事っていう感じですよね。家の中にしてもね、この辺が隙間だらけで、本当にビュービューね、風が入ってきますし、直さなくちゃいけないところね、まだまだあります。そして相変わらずね、この床のない暮らし。これはこれでね、8ヶ月もここで生活すると結構慣れてくるもんですね。そんなね、慣れる自分に結構驚きを持ちつつ、一個一個ね、別に期限が切られてるわけでもないし、自分のね、心の赴くままにね、作業を進めていったらいいかと。最近そういう風にね、結構楽観視しながら生活を送っていますね。こんな感じでね、この家をいじり始めて1年余り、やっとね、ここまでやってこれました。本当にね、動画を通して応援してくださってる皆さんのおかげで進んでこれたっていう面もね、本当に大きいなって、今編集しながら思ってるわけですよ。今後もね、ぼちぼちと更新していきますのでね、今後もよろしくお願いいたします。それでは最後までありがとうございました。